こんにちは。来年こそコンピューテックスを見に行きたい、のすけです。新しいライゼンの9000番台、Zen 5が、アンベイルされましたね。7000番台、Zen 4比で約 16%、性能がアップするようです。それでいてライゼン7と5は TDP が 65W に下がるらしい。赤組としては嬉しい限り。7月に発売とのことです。ということなので、デスクミニを買いました。CPU は 8700G です。まあ、7月になったら、弱 GPU の 9700X での運用もありか？各パーツの詳細は組み込むときに説明していきます。早速デスクミニ X600 のご紹介。言わずと知れた世界で一番売れているような気がする。ミニ PC の元祖的存在。今回はホワイトモデルを買いました。アスロックの変態的製品発表、踊らされてしまった人も多いのではないでしょうか。話は変わりますが、前回のライブ配信、視聴した大株主様から、いい声してんね。もう動画で喋っちゃいなよ。とコメントされました。ということなので、今回は喋ってみようと思います。今まで喋らなかったのは、副業禁止の会社に勤めていて、見バレが怖かったから。この前クビになったんで、問題なくなりました。ゆっくりに喋らせる利点として、寒い親父ギャグを言っても、のすけの心が痛まないもあるので、今回はギャグが少なめになります。ということで、デスクミニ生まれました。購入を迷っていた時に白の発表があったので、これはもしかしたら運命なのかもしれないと思いポチった感じです。最近他のメーカーからもミニ PC がたくさんリリースされているので、デスクミニはオワコンか疑惑がありますが、のすけ的にはデスクミニをおすすめしたいです。理由はパーツを交換する楽しみがあるから。デスクミニなら新しいパーツが発売されるたびに CPU を選んだり交換したりする楽しみがあります。それでいてシンプルだから初心者にもおすすめですし、枯れたおじさんも安定動作する1台があると安心です。前回のプレゼント企画で自作 PC に興味あるけどまだ持ってないという人とやり取りしたので、今回は初心者の人でもわかるように組み立てを丁寧に説明してみようと思います。まず最初に驚いたのは AC アダプターが小さくなっちゃったです。左が X600 で右が X300 の AC アダプター、大きさも重さも半分以下になっています。持ち運びすることは稀ですが、小さいは正義なのでこれは正義です。ケースは色違いとなりますが、形状は全く同じです。フロントパネルはヘアライン加工のプラスチックで若干の高級感があります。USB の配置とかも全く同じです。ケースをオープンしていきます。バックパネル側の4本のプラスネジで止まっています。少し大きめのプラスドライバーがあるといい感じです。ネジが外れたらこの部分を引っ張って引き出します。電源スイッチの配線がついているのでゆっくり引き出しましょう。右下の線が電源スイッチの配線です。机に置いて引き抜きます。これがマザーボードです。四隅をネジで固定されているので外します。ドライバーでマザーボードを傷つけないように気をつけましょう。マザーボードが外れました。左が X600 で右が A300 です。X300 は現在使用中なので、ほとんど同じ A300 で比較します。まず CPU ソケットの形状が異なります。X600 の CPU ソケットは AM5 なので、ライゼンの7000番台以降の 65W の CPU に対応しています。次に X600 は VRM が6フェーズに増えています。フェーズ数が増えると細かく電圧制御ができるので、オーバークロックするときに CPU の電圧が安定しやすいらしいです。X600 のメモリーは DDR5 になっています。DDR4 に対して2倍ぐらい性能がいいらしいです。
DDR4 のメモリーは切り欠きの位置が異なるので使えません。注意してください。バックパネル側の USB と LAN ポートが変わっています。USB 3.2 Gen 1の Type A が2つに、LAN は 2.5GB になっています。HDD を搭載してファイルサーバーにするのも良さそうです。CPU を取り付けます。CPU は Ryzen 7の 8700G。CPU の中にそこそこつよつよの GPU が入ってます。デスクミニのようにグラボが取り付けできない場合にベストマッチな CPU です。CPU を固定する金具を外します。ここにあるレバーを下に押してフックを外します。外れたら黒いカバーのついている金具を持ち上げます。カバーの下には CPU と接触するピンがあるので触らないように注意してください。CPU には向きがあります。四隅の一角に三角の目印がついているところがあります。マザーボード側にも三角の目印があるので同じ位置となるように CPU を取り付けます。CPU はマザーボードに乗せるだけです。位置が間違っていなければぴったりとはまります。下にある細いピンを曲げないように注意してください。よくある説明書だと黒いカバーをつけたまま固定、きちんと固定できれば勝手にカバーが外れますとなっているのですが、のすけは先に黒いカバーを外しちゃう派です。このカバー、勢いよく外れることもあるのでちょっと怖いんですよね。カバーの役目は CPU がない時に細いピンを守るためで、 CPU を乗せたら用なしだと思っています。カバーは爪を外すと簡単に外れます。カバーを外すと CPU が見えるのでなんとなく安心もできます。あとは外した時と逆の順序で金具を固定すれば CPU の取り付けが完了です。CPU クーラーを取り付けます。8700G に付属しているクーラーもあるのですが、デスクミニ付属のクーラーを使います。8700G のクーラーはでかすぎてケースに入りません。いつもなら CPU グリースを塗るのですが、今回は塗布済みの CPU グリースのまま取り付けしてみようと思います。AM5 になってすっぽんのリスクがなくなったので、硬いグリースのままでもいいかなと思っています。CPU クーラーを取り付ける方向はバックパネルと反対側にレバーが来るようにします。反対だとファンの配線がギリギリになったり、バックパネルとの隙間が小さくなって取り付けしにくい時があります。取り付けはこの穴の開いた部分をマザーボード側の台座に引っ掛けるようにします。まずレバーのない側を引っ掛けて、次にレバーのある側を引っ掛けます。レバーが画面で見て上側を向いた状態じゃないと引っかからないので注意してください。引っかかったらレバーを画面で見て下側になるように回転させると固定されます。ファンの配線をコネクターに挿して CPU クーラーの取り付けが完了です。次はメモリーの取り付けです。メモリーはクルーシャルの DDR5 5600を買いました。デスクミニはノート PC 用の SODIMM なので長さが短いやつです。メモリーにも向きがあって間違っているとこんな感じで刺さりません。切り欠きの位置が合うようにメモリーを刺しましょう。メモリーを刺すときはまっすぐ下に押すように刺してください。きちんと刺さるとカチッという音がしてメモリーが固定されます。次は Wi-Fi カードを挿します。Wi-Fi カードにも向きがあるので切り欠きの位置に注意してください。Wi-Fi カードは M.2 スロットの短い方に挿します。M.2 スロットは斜め上から押すと刺さるようになっています。M.2 スロット用に小さいネジが同梱されているので、それを使用します。
ここのネジは慣れていないと意外と苦戦するところです。自家されているドライバーを使うと少し楽になります。おじさんには一番難しい Wi-Fi の端子をつなぎます。直径 1mm ほどの端子なので、目のピント機能が低下しているおじさんにとってはマジで苦行です。こんな感じで爪の先で何回か押しているとカチッといってはまります。次は SSD を取り付けます。安心安定のクルーシャル製 PCI Express Gen 4の 1TB です。デスクミニは Gen 5にも対応しているのですが、貧乏なのすけには買えませんでした。M.2 スロットへの取り付け方法は Wi-Fi カードと同じです。デスクミニには表と裏に1つずつ SSD 用の M.2 スロットがあるのですが、裏の M.2 スロットは Gen 5に対応していないようです。各パーツの取り付けが終わりました。ケースに取り付けていきます。マザーボードを取り付ける前にケースの加工をします。購入した状態ではアンテナ用の穴が開いていないので、マイナスドライバーなどを使ってこじ開けます。半分ぐらいプレス加工で切られているので、かなり強く押すと穴が開きます。マザーボードを取り付けます。バックパネルの内側に出っ張っている金具に気をつけて、斜めにして滑り込ませるように取り付けます。きちんとはまると、マザーボードを固定するネジのボスにカチッとはまります。あとは四隅をネジで固定するだけです。ネジの順番は特にないと思います。Wi-Fi のアンテナ端子を固定します。付属の回り止めワッシャーを入れてからケースの穴にぶち込みます。端子をナットで固定します。回り止めがついているので、け締めプラスアルファで OK です。アンテナを取り付けます。ここも手締めで OK です。デスクミニオプションの LED ストリップライトを両面テープで貼り付けます。今回はケースを立てておいた時の上側に貼りました。配線のコネクターが奥になるように貼っています。ケースを閉じていきます。LED の配線が遊んでいるとマザーボードとケースの間に挟まって閉まらないので、 CPU ファンに巻きつけて遊ばないようにしています。奥まできちんと閉まったら四隅をネジで固定します。ここもネジの順番は特にないです。電源とモニターケーブルをつないで完成です。白いデスクミニの後ろにあるのが今のメイン PC で、X300 を自作 PC ケースで運用しています。モニターの画面は X300 から出力されています。先ほどの LED ストリップライト、マザーボード上の USB ヘッダーに接続したのですが、常時通電なのでコンセントに挿すだけで光るみたいです。寝るときはコンセントの電源でオフにしないと眩しそうです。いざ電源を入れてみましょう。スイッチオン。いや、ちょっとこれ恥ずかしいですね。30回ぐらい撮り直したんですけど、いまいちです。デスクミニは問題なく起動しました。CPU、メモリ、SSD など正しく認識されているようです。UEFI の設定はデフォルトで問題ありません。Windows 11の入ったインストールメディアを USB ポートに挿してインストールします。Windows のインストールは文章をよく読めば OK です。11からインターネット接続が必須になったので少しめんどくさいです。Windows のインストールが完了すると ASRock の Auto Driver Installer が起動します。指示に従って適当にポチポチすれば OK です。ASRock ドライバーのインストールが完了したら AMD のホームページから Radeon のドライバーをダウンロードしてインストールします。
これで PC のセットアップは完了です。FF15 のホームページからベンチマークソフトをダウンロードして GPU の性能を確認してみましょう。Ryzen 7 8700G は Radeon 780M という GTX 1650相当の GPU を内蔵しているので、比較的重たい FF15 のベンチマークソフトもそこそこヌルヌルに動きました。最終的な結果はこうなりました。内蔵 GPU で3000超えは初めてです。メイン PC で使用していた 5700G に対して約 1.5 倍のスコアとなっています。次はキネベンチの結果。シングルが約 15%、マルチが約 30% アップしています。Zen 3からZen 4になり、CPU の性能も良くなっています。最後は SSD の比較。どちらの SSD も PCI Express Gen 4に対応しているのですが、X300 の M.2 は PCI Express Gen 3だったので、フルに性能を発揮できていませんでした。X600 は PCI Express Gen 5まで対応したので、Gen 4 SSD の性能をフルに発揮しています。デスクミニ X600 と 8700G の組み合わせ。全世代に対して性能がかなり良くなっているので、X300 のユーザーの人は買い替えがおすすめです。自作 PC に興味はあるけど、まだ PC を持っていない人も、この動画を参考に X600 を組み立ててくれたら嬉しいです。ということで、初めてナレーション方式で動画を作ってみました。途中から口内炎が痛くて舌足らずになっています。ゆっくりの方が良かったとか、ナレーションの仕方とか、何でも良いのでコメントしてくれると嬉しいです。今後の参考にしたいと思います。ではでは。